マイクラ初心者さん必見、拠点にぜひ作りたい建築3選をご紹介。石と木材葉っぱで作れるスターターハウスや、序盤のサバイバルで必要なものが全て手に入る掘って建築できる地下ハウス、よりおしゃれさを追求したい方向けの和風建築。動画の説明欄には作る素材一覧記載してます。いつ読み返せるようにグッドで保存。それではご覧ください。1日目で作れる木材と石だけを使ったスターターハウスの作り方をご紹介。一見ゴツゴツしていて難しそうに見えるかもしれませんが、動画の通りに置いていくだけでおしゃれな家が簡単に建築できます。いつ読み返せるようにグッドで保存。それでは作っていく。まず作る場所を決めたら 7×7 の正方形を削っていきます。縦7マス、横合計7マス。削れたら一度ぐるっとつないであげて、この今削ったくぼみに丸石を置いていきます。ちなみにこの丸石ですが、深層岩とか凝灰岩レンガにしてもおしゃれになります。ぐるっと一周囲みました。そうしたら中削ってあげて床を張っていくんですが、資材を節約するためにハーフブロックを上につけていくとお得になります。その上で今多くで張りましたが、床白樺のハーフブロック使ってあげると家が完成した時に内装が明るく仕上がります。なんで床だけでも白樺使ってあげるとおしゃれになる。ここまでできたら原木を持ちまして、この四角の斜め角にちょんブロックを置いていきます。これを高さ合計4マスにする。こんな形。これをね4方向すべてやっていきます。1234、そして1234。位置関係は必ず四角の斜め角に置いてあげるイメージ。ここまでできたら、もちろんお好みなんですが、斧をね使用して原木を剥くと結構ねおしゃれになるんですよ。原木剥くの僕好きです。今こんな感じ。続きまして多くの階段をこの位置に設置して4マス目ドカーンと繋いでいきます。ここで重要なのが、くぼみを必ず外側に向くように設置してください。向きをね間違えて置いてしまうとこんな感じでへんてこりになっちゃいますんで、なるべく階段の前のちょっとずれた状態で置くとね非常に置きやすいです。ここも向きが非常に大事。ドカーンと繋いでいきます。今こんな感じ繋がりました。そうしたら全ての方向をこの位置ですね、丸石を持ちまして階段下ぐるりとつけて柱に沿う形でブロック設置します。これを4方向やる。今んところねほぼ豆腐建築ただここからどんどんおしゃれになっていきますからね。よいしょよいしょ。もう今んところ石と木しか使ってない。よいしょ。こんな形になりました。ここまでできたら一度内装などもやってしまいます。例えば正面を決めていただいてハーフブロックに張り替えて内側からドアを置くことで、正面から見るとねドアがくぼむんですよ。ゴツゴツしてる方がおしゃれになるので、こういう感じでドアを作ったら、私好きなのが破壊と創造なので、まずねこう置いて上は破壊して石の階段にしてしまって板ガラスオンライン。そうするとはいもうおしゃれでね、私大好きなランタンティンパンございますんでなんでランタンティンパンって言い出したか覚えてないんですけどね。あ、そうだ。ランタンを置けば置くだけおしゃれになるからランタンティンパンなんだ。で、こうちょっと玄関なんでハーフブロックでね、置いてあげたりするとおしゃれ。正面向かって右側。まあ、ここはもうほんとお好みですけどね。さっきみたいなガラス窓を作ったり、はい、ガラスを置いて、で、右側も同じように削ってあげて、よいしょ。ガラスオンライン。そうすると、あら不思議。ちょっとくぼみが出てかっこよくない？正面から見て、右側が完成しました。そしたら左側、ちょっと左右対称にしてみたいんで、同じように真ん中に柱追加して、下に階段、上を壊して階段を置いて、ガラスを設置。これをもう一回ここに作る。こんな感じ。では最後の後ろですが、今回は真ん中に柱を設置するのではなくて、下ドカーンと置いて上破壊して横に長い窓をちょっと作ってみましょう。よいしょ。正面から見るとこんな感じ。さあ一周ぐるりと見るとね結構おしゃれになってきました。その上で多くの葉っぱを一回この家の周りぐるっと一周させちゃいましょう。やっぱ作りながらうわおしゃれなの作れてるわ俺ってね、そう思えるかが重要だと思うんで、モチベーションを上げていくために外装をね早めに作ると結構楽しく建築できます。このように繋いであげると
今こんな感じ。もう良くない？そうしたら2階を作っていきます。仮ブロックなどで上に一度上がっていただいて、よいしょよいしょよいしょ。この床ですが、おすすめなのが、4マス目に上につけるハーフブロックを置いてあげるのがおすすめです。今回ね、1階の床と同じように、白樺のハーフブロック使っていますが、全然ね、多くのハーフブロックでは問題ありません。こうすることによって、よいしょよいしょよいしょ。今皆さん上に行っていただいてると思いますが、1階が結構広々するんですよ。頭ガチンってぶつけちゃうとね、狭いなって思っちゃいますけど、ハーフブロック上付けがおすすめです。その上で、ここがね、面白いところ。今度は、最初に立てた柱から、内側に斜めにちょん。これをね、全部一度置いてみてください。内側に斜めにちょん。内側に置いていき、よいしょ。今こんな感じ。これを高さ合計3マスにします。1、2の3。一度3マス柱立ててあげまして、今こんな感じ。そうしたら、もうね、お気づきの方いらっしゃると思います。原木向き大好きマンキヨキヨでございます。これ剥くとなんかおしゃれなんだよね。よいしょ。さあ、統一感出てきました。今度はこの柱と柱を多くの板材で埋めてしまいます。よいしょ。どんどんね、埋めてあげて。今こんな感じ。そうしたら、また仮ブロックなどで上上がっていただいて、こっからです。柱の上に1個仮ブロックを置いて、ダイヤじゃなくていいですからね。キヨキヨチャンネルでは、後で壊すブロック、ダイヤブロックで表現してます。丸石のハーフブロックを、この仮ブロックの下付け、浮かせる形で置きます。この浮かせた状態で、角も浮かせて、ぐるりと一周囲っていきます。仮ブロックは破壊。今こんな感じ。そしたら、この上、ハーフブロックでドカンと敷き詰めてしまいます。先ほど下付けしたので、なんと、屋根の上には敵モブが湧かないという安全設計。なので、上に松明やランタンを置く必要はありません。これむっちゃ便利だよね。見た目もおしゃれ。敷き詰め終わりました。一度ね、この2階に降り立ちまして、この縁に立って、下と同様に石の階段でこのように窓のね、下枠作ってあげましょう。よいしょよいしょよいしょ。そしてこの隙間にはガラスを設置。いや、いいじゃないこれ。ガラス置いていきの。こうなったら、多くの葉っぱとフェンスを持ちまして、フェンスの色も何でも OK です。今回は頭皮を使います。柱の両サイドのブロックにはフェンスをこのように設置して、落ちないように置いていく。よいしょよいしょ。そうするとね、4方向、このような形でフェンスが置かれました。ここから正面のこの位置に葉っぱを3個置いて、では左サイド行きの今度は2個置く。ここざっくばらんにね、するのがおしゃれなのよ。次はじゃあ3個置いてみたりして、最後の面はこちら1個置いて、フェンス置いて、葉っぱを2個置く。こうランダムに置いていくと、ちょっとおしゃれになります。規則正しいのもいいんだけどね。木とか草の自然系は僕結構ランダムに置くのが好き。そして、この状態で、角のハーフブロックの屋根にランタンティンパンかましていく。私はもうランタン置けば置くほどおしゃれになるんじゃないかというね、持論を持っております。ドカーンと置き終えました。あとは内装ですが、自動ドアにしてあげたり、一度巻き潰しして内装は自由にできます。その上で、階段どうするのってことですが、この柱のゾーンに原木を置いてあげて、ここ破壊してさらに原木。一度剥いてあげまして、ここにね、はしごを置いてあげると、よいしょ、よいしょ。階段のスペースあまり取らずに、上に行けたりするのでおすすめ。例えば、2階にはチェストを置いてあげたり、サバイバル必須のベッド。それでね、降りるのも楽々です。あとは好きなようにデザインしてみてください。仮ですが、このように武器とか、かまどで焼けるようにしたり、作業台はね、中央に埋め込んだりすると、結構便利だったりします。反対側、チェストを置いてから、棚で、こう蓋してあげたりするとおしゃれ。ベッドデカめとかもいいかも。もうあとはいろんなことできますが、このように道をつないであげたりして、あえての雑草を生やしてあげたり、ジャギン。あえての川流して、簡易的な橋をこのように作ってあげて、よいしょよいしょ。で、道つないであげるとか。雑草結構いいかもな。ところどころランタンティンパン。そうすると完成。1日目で木と石で作れるスターターハウス。これいいわ。
初心者さんでも地面を削るだけでおしゃれな家が完成する地下ハウスの作り方を丁寧にご紹介。マイクラで難しい屋根作りや高所の建築一切不要。削ってからブロックを設置していくだけで簡単におしゃれなお家が作れます。サバイバルにとても役に立つおしゃれかつ便利な内装をご紹介。私が長年やってきたサバイバルの知識をもとにこれあったらいいなというやり方を余すとこなくご紹介。ただ実用的な内装だけではなくおしゃれで楽しい内装もご紹介してますんで、おしゃれで便利なお家を探している方におすすめです。いつでも見返せるようにグッドで保存。それでは作っていく。まず作る場所を決めたら動画の説明欄には必要素材全て記載あります。ちょっと整地して縦15マス削っていく。横は合計11マスなので123という計算方法。下が11マス上が15マス。これを大きな四角になるようにドカーンと削っていく。このような大きな四角ができたらこの真下にね地下ハウスができるイメージです。まずは表面のブロック全部削っちゃってください。この建築何がいいかっていうと、普通建築っつったらね積み上げていくわけなんですが、地下を削ってできるのでなんか気楽っていう屋根とかって難しかったりするじゃないですか。これ斜めでどうやってやるのとかね、そういうのが一切ないのにおしゃれっていう建築。ドカーンと削りました。ここまで来たら深さ合計5マス削っていきます。なのでもうすでに1マス削ったんで12345でございます。なので追加で4マス削っていくというイメージ。これをちょっと大変ですがドカーンと削る。ドカンと削り終えました。ここまでできたら原木ご準備いただいて、まず角に縦積みしてください。この地上まで置くことができたらここで気合い。この四角の縁を全部原木で埋めていきます。資材多くないっていうことですが、これがねおしゃれになる秘訣なんですよ。私今ね3マス置きしてるんですけど、3マス2マスで縦積みしていこうと思ってます。ぐるりと一周ドカーンと原木で一周しました。ここまでできたら中入りまして、斧を持って全部剥いていきます。これはね音も気持ちいいんでこれ結構好き。全て剥くことができました。ただね四方剥けてないと思いますんで、この辺り削ってあげて上からのね見た目も良くしてあげる。ジャギン。そしたらここからまた中入りまして一段削っていきます。これ何をするかというと、これからね床を張り替えていくんですが、削り終わったら床3パターンご紹介します。もちろん簡単に集まる多くの板材このように敷いていただいてもいいですし、割とおすすめなのがこの白樺の板材を床に貼ること。白樺の板材って白いので内装が明るくなるんですね。なので結構おすすめですが、今回はリッチに作ろうということで原木まず置いて交互に置いていきます。何をされてる方なのということですけれども、これがねむっちゃおしゃれなんよ。このように縦になったら次は横。見ていただくと分かる通り木目の位置を毎回横縦で変えてるんですね。この置き方がむちゃくちゃおしゃれ。今全然おしゃれじゃないんですけどと思った方ご安心ください。私の大好きな斧で剥く、こういうことですね。この床がなんと壁と統一感が出るし、なおかつ完成した時に網網になっている状態でむっちゃおしゃれなんですよ。今正直置くのめんどくさかったじゃないですか。実は簡単な方法あります。1個ずつ置いていくというよりも横の原木には縦縦縦縦縦1マスおきに置いていけば自動的に網網にすることができます。もう剥くのとかは一番最後にしてこのように一気に置くこともできます。どんどん置いていく。ドカンと置けましたらこれをね全部一気に剥いていくことでよいしょよいしょよいしょ。ペギーン。この質感おしゃれじゃない？ペーパーコードのような。うわーこれはいい。原木節約したい方は先ほどと同様に白樺などがおすすめ。ここまでできたらこの長方形の長い面を見まして階段を作っていきます。石形ブロックで何でもいいんですが、私は好きな凝灰岩レンガを使います。凝灰岩レンガのハーフブロックを天井のこのマスですね 0.5 段下げるイメージ。この 0.5 段下げの階段を作っていきます。かなりリッチ。大きなお家でしかできない建築ですね。このような浮いている階段になったら下もつないで、下もねこの床のブロックも凝灰岩レンガにするとより統一感が出ます。そしてこの柱すらも凝灰岩レンガにするとうわーおしゃれ。だいぶ贅沢。そうしたらね上に登っていただいてここから
辺のど真ん中のブロックを通常の原木にしていきます。一度全部剥いてしまったんですが、まず短い辺で言うと11マスの辺なので、右から1、2、3、4、5、6マス目。ここを一度直下掘りして破壊してから、通常の原木に張り替えます。よいしょ。このように中心に原木の柱を1マス出っ張らせておきます。そしたら、反対側、真正面のブロック、右から6マス目、1、2、3、4、5、6、ここ破壊していただいて、原木の柱にしていく。よいしょ。そうしたら、両サイド長い側面にもやっていきたいんですが、横は最初15マスで削りました。なので、左から8マス目、このブロックを破壊して、またしても柱にしていく。よいしょ。こんな感じ。これを逆サイドにもやっていきます。上から見るとこんな感じ。この四つ角にも、よいしょ。原木を置いていってあげて、かなり形ができてきました。この角度から見て、真ん中の原木と原木、これをこの位置ですね、最初の削った地面の高さで繋いでいきます。よいしょ。今こんな感じ。ここまでできたら、この位置の柱と今繋いだ柱を繋いでいきます。この位置関係になっていることをご確認ください。そして階段の横、この位置の柱伸ばしてあげて接続。上から見るとこんな感じ。もうすでにかっこいい。右下の一番大きな四角をなんと草ブロックで埋めていきます。っていう。いいんですか、こんなことしちゃっていいの？これがね、おしゃれなんですよ。一度蓋して真ん中の4マスを削って、なんと水バケツを4つ設置してしまいます。水浸しになんかなりますが、後で調整します。ここまでできたら、この草ブロックはクワを使って耕してあげて、じゃげん、小麦の種を生やしていきます。この小麦はもちろん回収してもいいんですが、おしゃれ用の畑というイメージですね。建築中に育ってくるので放置しておきましょう。残りの上2マスにはガラスを設置していきます。このガラスを置くことで日光も入るお家になってむっちゃおしゃれなんよ。ドカン置いていきまして、ここまで来たら葉っぱブロックなんでもいいので、この原木と原木の間をつないでいきます。一周ぐるりと囲っていくイメージ。そしてね、階段のところは残しておいてください。さっきも言った通り、放置してれば勝手に育っていくんですが、皆さんに見た目どうなるのかイメージ湧いていただくために、一回コップンでね、もうちょっと早送りしちゃいます。皆さんももしコップン余ってる方はね、振りかけてみてください。上から見るとこんな感じ。そして中の柱の上にはフェンスを置いていきます。今回は見た目明るくするために白樺のフェンスを使用します。このように上から見える原木上にはフェンスを設置。今こんな感じ。その上でランタン置くだけおしゃれになると、私のね言葉でね、ランタンティンパンというその謎の言葉があるんですが、ランタン置けば置くほどおしゃれになる説ということで、私は周りの原木の上全てに置きました。湧き潰し的にはこんな不要なんですけど、私は置くのが好き。そしてこのど真ん中は原木にして、またランタン、いい感じでは中水浸しになっているはずですが、これは大変だ。まず今回天井を高く作っていますんで、この水浸しの天井の上には板材系のハーフブロックを置いてあげてください。よいしょ。そうするとね、水がきっちり止まってくれます。で、土もね見えてるとちょっとダサいので、こう隠してあげて、このハーフブロックがむき出しなのもちょっとボコッとしちゃうので、このように原木を柱の横につけてあげて隠してあげます。で、角はこのように原木追加すると、なんとね両サイド対応しますんで違和感ない感じ。私はねここ剥くの好きなんだよね。今こんな感じ。ちょっと暗すぎるので湧き潰し兼ねてランタンを置いていく。そして今回のコンセプトがサバイバルで役立つ家を作りたいということなので、エンチャントテーブルも置いていきます。まずはこの階段の下にエンチャントテーブルを置いて、周りに本棚を合計15個置いていきます。このようにぐるっと囲っていく。今9個置いたので10、11、12、13、14、15と置いていくと収まりがよくおしゃれになります。上にはランタンティンパンかまして、エンチャントしていくときに砥石を近くに置いておくとむっちゃくちゃ便利なんで置いておきます。そして奥にはチェストを置きたい。なぜならばエンチャントするにはねラピスラズリが必要なので、このチェストの中にラピスラズリを保管しておきます。そして倉庫も置きたい。天井高く作ってますんで、チェストもたくさん置くことができます。3段まで可能。上もしっかり開きます。で、私のおすすめはこのね
チェストを、しゃがみながらこう、よいしょ、つけていきまして、このように側面から開ける形というのもおすすめです。例えばこのように額縁を貼っていけば、一気に12種類仕分け可能。額縁は皮を大量に使いますが、説明欄には統合版のステーキと皮無限の動画も紹介してます。仕分けのコツとしては、むちゃくちゃ細かい方だと、例えば、板材の種類違いを貼っていきたいっていう方もいらっしゃると思いますが、この仕分け方すると、マイクラのアイテム数とんでもないので、ちょっと追いつかないんですよ。なので、おすすめとしては、ざっくり木を使ったアイテムを入れていくボックス。そして、ざっくり石系、砂とか砂利、なんかこう、サラサラ系を入れるボックス。そして、お宝系を入れるボックスと、レッドストーン系を入れるボックス。あとは苗木とか、骨粉とか骨とか、自然系のアイテムを入れるボックス。ざっくり言うとこのあたりですね、お花とかサトウキビとか、ツタとか、やっぱあるとおしゃれになるけど、かさばるアイテムを入れていくボックスというイメージ。でもあとはネザー素材だったり、エンド素材みたいな仕分け方をすると、ざっくりジャンルで分けるっていうのがおすすめです。もちろん倉庫、こっち側に追加していただいてもいいですし、樽を埋め込むのもおすすめ。これ結構おしゃれじゃない？こうすることによってちょっとチェストを倍増できる感じもしますし、おしゃれ。そしておすすめなのはカーペットとか敷いたりするとちょっと生活感が出ておすすめなんですよね。いい感じ。ではこっちのフロア、僕の趣味趣向なんですが、なんかベッドは普通になんか野ざらしで置いちゃっていい派なんですけど、もちろんね、ここにキングサイズのベッド作ってベッドフレーム作ってっていうのも OK ですが、ちょっとその他にも内装を楽しみたいので、このように焚き火を置いて消火してから、このね、頭皮の棚を側面につけていきます。いや、これむっちゃおしゃれじゃない？よいしょよいしょよいしょ。そしてこの焚き火なんですが、なんと生の牛肉とかをセットできるんですよ。これむっちゃ可愛くない？よいしょよいしょよいしょ。で、もちろん鮭とかも置くことできます。これマジで可愛い。でね、横にはなんか冷蔵庫だなんつって、上に鉄のトラップドア、そしてこのサイドからね、鉄のドアをつければ冷蔵庫の完成。なんかいいね。いやもうアレンジでちょっと思いついちゃったけど、こう焚き火増設してさ、結構料理が好きな人のお家にしてもいいかもね。生だら、生の羊肉。いや、これむちゃくちゃいいな。僕が好きなのは防具立て。なんかダイヤ装備とかをなんか適当に飾るとそれだけでかっこよくなるのよ。上には額縁つけて、ダイヤの剣をちょっとこう、こんな感じで配置するとむっちゃおしゃれ。ちょっと建築楽しみすぎちゃってるんで、より実用性上げると、この柱の下にベッドを置いて、横に作業台。そして、製図台や家事台、ヤシ台などの作業系ブロックを置いてから、もう上に金床、石切り台、醸造台、この辺りの作業ブロックを置くのがおすすめで、またしても醸造台とかはネザーボートや水入り瓶など使いますんで、このように樽で使うアイテムいつでも収納できるようにしておいたり、金床もね、エンチャント本とかを保管したり、こんな樽を置くことでロッカーみたいなのを作るのがおすすめ。例えば上トラップドアを置いて、よいしょ、下にはもちろんランタン。これいい感じ。そうすると拠点に帰ってきた時もすぐに作業ができるし、寝ることもできる。直置きランタンは天井に吊るしたり、よいしょ、壊していい感じ。あとはこの壁を9マス破壊してかまどで敷き詰め、こうすることによってこの生肉との一体感も出ます。そしてトラップドア傘つないであげれば統一感。もちろん A 貼ったり、よいしょ、情報量増やしていくとおしゃれ。真ん中のスペース気になるので、困った時の埋め込み作業台とかも結構いい。絨毯っぽくなるし、いつでも触れる。ちょっとここと被っちゃうけどね、カーペットとかでも OK。 そうすると完成。地下ハウス。うわ、これはいい。ぜひ作ってみてください。マイクラ初心者さん必見。簡単に作れる和風建築をご紹介。ゴツゴツしていて一見難しそうなんですが、ブロックを置いていくだけで簡単に作ることができます。動画の説明欄には必要素材、おすすめブロックなどを記載していますんで、作る前にぜひご覧ください。いつでも見返せるようにグッドな保存。それでは作っていく。まずは作る場所を決めたら、石で 11×11 の正方形を作ります。ちなみに私が今回大好きな凝灰岩レンガを結構主軸として使いますんで、あえての土台は石でいきます。そしたら早速出てきました凝灰岩レンガの階段を置いていく。もちろんね、お好みの石レンガとかでもいいんですけど、凝灰岩掘るの結構柔らかくて簡単だったりするし、色合いがむっちゃかっこいいのよ。並べていきまして、つぼまったらこ
こから入り口を決めてください。今回私は正面をこちらにします。正面決まったら真ん中を破壊しまして、両サイドも破壊します。合計3マス破壊するというイメージ。真ん中くり抜きました。そしてこの石のラインに凝灰岩レンガを置いていって、ここ入り口なんですが、ブロックを置いてですね、階段で登れるようにしていく。今置いたこの階段の横に石レンガのハーフブロックをオンライン。そしてこのね、階段の縁にドカーンと上付けハーフ風呂をつけていきます。これね、石が結構いろんな色あんのがかっこよかったりするんだよね。このようにぐるっと囲んで、そうするとこのような形でぐるっと一周できました。これね、中は使いませんので一応湧き潰ししておきます。今囲った内側を頭皮のハーフブロックで同じ高さ敷き詰めていく。これ頭皮マジでおすすめです。巨木で取れるでしょ。一気にね、ドカーンと掘ることができるんで、マジで木材の中で超優秀だと僕思ってます。ここから頭皮の原木持ちまして、この石レンガの部分ですね。ここに5マス縦積みしていきます。結構高く積みますね。その上で、この石レンガの部分に合計5マス立てていき、それを4つ角やっていきます。マジでいかつくてかっこいいです。ここね、5マス立てたわけですが、まだまだ柱立てていきます。まず、階段の横。こちらも5マス伸ばして、反対側ももう一度5マス伸ばしていきます。正面から見るとこんな感じ。では、この柱と柱のど真ん中にも5マス設置します。そして、右向きまして、また、ど真ん中に5マス設置。やばくないこれ。相当重厚感ありますが、正面から見るとこんな感じです。皆さん次に斧を持っていただきまして、原木。使うことで剥くことができます。このね、剥き原木一気におしゃれになります。なんかね、まだね、通常の原木だと、なんかこう野生な感じがするんですけど、剥くとね、急に整えられた雰囲気。これは最高。基本僕ね、サバイバルとかやるとき大体頭皮使っちゃうんだよね。雰囲気がむちゃくちゃ変わりました。頭皮の階段持ちまして、この柱と柱の間は頭皮の階段で埋めていく。かなりいろんなブロックを使いますが、それがマジでかっこよくなんだよね。置いていきまして、正面は下、クォーツブロックにしましょう。上から見るとこんな感じ。手前の2個だけクォーツブロックで、あとは頭皮の階段でぐるりと一周しました。では次に正面から右に入りまして、この階段の上にはクォーツブロック4つ積みまして、ちょっとね、こうぐるっと囲ってあげるイメージ。よいしょ。こうなりました。ここに、はい、窓ですね。頭皮のフェンスを置くと、和風の窓が完成。これマジでかっこいいわ。で、これをね、まず右側面、同じ風に作っていきましょう。こうなりましたら、逆サイド、同じようにやっていきます。このように、アーチ状にして、頭皮のフェンスで窓を作る。こちら側もやっていきます。左側面完成。反対側にも行きまして、こちらもね、全部やってしまいましょう。背面も完成しました。正面から見るとこんな感じ。ここまでできたら、まずは頭皮のドアをこの階段の側面つけまして、階段の上側、このすっぽり階段がはまるように階段をこの位置つけていきます。下から3マス目ですね。そして入り口はトラップドアをよいしょよいしょ。このように階段上と階段下につけて開く。そうするとね、なんかちょっとお屋敷みたいな雰囲気になります。もうこの時点でかっこいい。よいしょーっつって入れます。そしてこの上っ側の部分は両サイドクォーツを積んで、ここもね、窓みたいな形にしましょう。正面から見るとこんな感じ。そしてこの両サイドもクォーツ、上は2マスで埋めてあげて、下はフェンスで窓をつけてあげる。よいしょ。今こんな感じ。まずこちら入り口なので、柱の横にね、このように塀を置いてあげて、置くだけおしゃれランタンティンパン。もうね、ランタン置いてけばおしゃれになるぞと。これ出っ張ってるの若干気になる方、ここね、フルブロックにしてあげるとより重厚感が出ます。ここね、手前にも塀を置いてあげて、ではこのクォーツの壁、下から2マス目にトラップドアを設置していきます。これね、トラップドア設置方法なんですが、白樺のトラップドアはこのように黒い部分をなるべく揃えた方がおしゃれになります。例えばこういう感じでつけちゃうと、左とね、模様変わっちゃうんですよ。なので、上と下につけて閉じてあげると真ん中に黒いのが集約してくれます。これを反対にもやっていく。白樺の板材であんま僕建築したことないので、やるとしても床に貼るみたいなイメージかな。背面ももう一度のようにトラップドア敷いてあげて、よいしょよいしょ。ジャギンできました。こっから屋根作っていくんですが、屋根作り嫌なんですけどって方、ご安心ください。ゆっくりやっていきましょう。まず、
ダークオークの板材持ちまして、真ん中のね、この3マスは開けて、両サイド1回設置して、これをね、ぐるっと一度フルブロックで囲ってしまいます。木材大集合 TV じゃないですかと。本当にね、いろんな種類使うからこうかっこよくなるみたいなのあるかもしんない。そして、ここまでできたら、このダークオークの側面に階段を設置します。はい、こうすると、内側にね、くぼみができるようになりました。で、逆サイドから反対側にこちら置いてあげると、はい、このように真ん中がね、すぼんだ屋根ができました。そして、このフェンスの手前には白樺のトラップドアオンラインさせていただきます。まあ皆さんこのようにちょっと縦積みとかで屋根の上上がっていただいて、白樺トラップドア上にはダークオークのハーフブロック。こうすることによってちょっと段々ができました。そして手前に1マスハーフブロ伸ばして、この階段の上側にハーフブロック伸ばします。0.5 マス段差ができました。そして、このフルブロックの下にハーフブロックつけてあげる。はい。ゆっくりやっていけば屋根っぽくなりますから、正面から見るとこんな感じ、もうかっこいい。ここまで伸ばしましたが、1マス出っ張らせると、あら不思議。このハーフブロック、下に全部つけることができます。チュンチュンチュンと伸ばして、また反対側にも折り返す。そしてぐるっと屋根を囲っていきます。そうするとね、こちらに連結します。正面から見るとこんな感じ。うわ、かっこいい。そうしましたら屋根の上立ちまして、ダークオークの階段を持って、このフェンスの上に置いちゃいます。1個。置きましたら、このクォーツと原木の上に階段を並べていきます。よいしょ。反対側に行きまして、同じ位置。原木とクォーツの上ですね。この真上には階段を置いていく。ここまでできたら、次に今置いた階段の側面に仮ブロック1個置いてください。急遽チャンネル後で壊すブロック、ダイヤブロックで表現してます。この上に1回ね、ハーフブロック置いてあげて、下壊して、ドカンと階段の幅まで伸ばしていく。ちょっと早くないっすか、キョキョさんと思われた方。反対側、ゆっくりやっていきましょう。わかりやすいように私、空中浮いちゃうと、仮ブロック置いて、ハーフブロックを真上に置いて壊してから、階段の幅、全部伸ばしていきます。さあ、かっちょいい屋根が出来上がってきました。そしたら、続きまして今置いたハーフブロックの側面にハーフブロック1個置きます。そして、1個積んで、この 0.5 マスの段差を活かして伸ばします。一度ね、階段の幅まで伸ばしてから、はい、ここちょっとワンポイントテクニックです。今ね、わかります？一つだけフルブロックになっちゃってるんですよ。ここ壊して上つなぐとハーフブロックで延長することができました。もう一度やってみましょう。ハーフを仮ブロックとして置いてドカーン伸ばさせてもらってからフルブロックになっちゃったところを壊して伸ばす。横から見るとこんな感じ。反対側もこうなってます。ここまでできたらハーフブロックの横に仮ブロックを置いて、この仮ブロックの上にダークオークの階段、そしてしゃがみながらね、この向きから置くと、はい、階段浮かせる形で置くことできます。ただね、向きを間違えるとこのように角ができちゃいますんで、ちょっと真正面から若干ずれて、なるべく正面らへんから置くとこのように置くことができる。よいしょ。では、反対側もやっていく。仮ブロックはね、しっかり壊していきましょう。仮ブロック置いて、階段をなるべく正面から置いていく。さあ、横から見るとこんな感じ。そうすると、あら不思議。ど真ん中1マス開くんですね。この開いたところをね、ハーフブロックで敷き詰めてあげて、一番上はこのように、ハーフブロック、また、積んであげてください。よいしょ。横から見るとこんな感じ。そしたら、頭皮のフェンスで、このように、置ける隙間、ドカンとね、置いちゃいましょう。よいしょよいしょ。そして、空いている隙間はね、このようにもう埋めちゃう。よいしょ。こんな感じになりました。逆サイドもやってみると、このようにもう置けるところに全部頭皮のフェンスを置いちゃって、空いてるところはこう埋めちゃう。正面から見るとこんな感じ。こっからさらにグレードアップしていきます。皆さん、ダークオークのフェンスゲートを持ちまして、サバイバルでプレイ中の方ちょっと置くの大変ですが、まずこのランタン上から、このフェンスの上に置いて開きます。これをぐるりと一周やっていく。どういうことですかと。フェンスゲートこんな使い方あったんですかと。フェンスのところはスキップして、フルブロックの隙間だけ置いてあげてください。置いては開く、置いては開くを繰り返す。これがね、むちゃくちゃデコボコしてかっこいいっていう。はい。ちゃんと角もつけていきながら、このね、クォーツの部分もやっちゃいましょう。よいしょよいしょ。はい、横から見るとこんな感じ。もう土台が完成しましたんで、あとはお好みで内装をやってしまってください。もう私のね、もうお好み勝手にやっちゃうと、
このようにまず屋根の四つ角にはね、ランタンを置いてあげたい。そして僕自然系の建築が大好きなんで、こういう風にまず3マス道をね、耕していって、例えばコップンとかでわざと雑草生やしちゃってね、オラオラオラっつって。うわっ、こんな感じで砂利とか丸石をこのようにね散りばめてあげるとなんかかっこいいんだよな。よくないこれ。これむっちゃよくない？そしてね、内装に関してですが、皆さんお好みでやっていただいて OK なんですが、僕はね、まず天井にこれランタンつけたいよね。四つ角。やっぱね、置いていきたいです。この高さのおかげで、見てください。チェストをね、どれだけ積んでも、5マスいけんじゃないこれ。よいしょ。開きますね、しっかり。こんだけ、倉庫にもすることできますし、もちろんね、ちょっとさすがに高すぎて倉庫感強くなっちゃうなって方は結構広さありますから、グローストーン埋め込んでこうやってカーペット置いたりしたらね、明るさも保ちつつちょっと内装とかもね映える形で作れそうです。サバイバル家電で作られる方多いと思いますんで、結構やっぱ高い倉庫としても使えますね。そして最後、これがねもう正直むっちゃおしゃれにかっこよくなります。この屋根の両端、ここにまずねダークオークのいたずらのフルブロックつけちゃってください。そうするとね、そもそも一段このボコーンとしてくれます。そして今度このフルブロックの横にハーフブロックを伸ばしてあげる。そうするとなんかさ、なんかこういうの見たことない、なんかちょっと角でボコッとしてる建築。これマジでかっこいいわ。そうすると完成、和風建築。いや、このまさかの白樺のトラップドアとかがなんかいい感じなんだよね。遠くから見るとこんな感じ。もちろんね、周りを豪華にすることでよりね映えるお家も作ることができると思います。作れた方ぜひグッドボタンとコメントお待ちしてます。きよきよチャンネル視聴者さんが作りやすい建築動画もこちらの再生リストでまとめていますので、ぜひとも他にも見てみてください。そして100万人登録目指して日々動画投稿やってます。ぜひこちらの顔のボタンからチャンネル登録していただけると本当に嬉しいです。ということでご視聴ありがとうございました。